じゃあ自分自身の答えの作り方というお話をしようと思います。ピカソの言葉に全ての創造は破壊から始まるっていう言葉があって、この言葉心に留めてるんですけれど、全ての創造っていうのはその作る、自分の答えを作るという、ニュアンスかなと思っていて、まず壊すことから始まるっていうふうに言ってるんですよね。自分だけの答えを作るっていうことを大事にしてるんだけど、人によってはその私はこう思うということをスッと言える人とか、私はこれが好きとか、なんかそういうものを持ってる人もいるじゃないですか。でもよくよく考えてみると、それって社会一般で正解とされるようなことを私はこう思うって知らない間に言っていたりとか、周りの人の期待に応えようとして私はこれが好きっていうことを言っていたりとかするんですよね。なのでやっぱりそこを一回疑うっていうのが、そのステップが大事だなというふうには思ってます。私は見ることは作ることだっていうふうに思ってて、自分なりのものの見方で自分だけの答えを作るアート鑑賞をよくするんですが、そこで私はそうではないかもしれないっていうフレーズを使っています。初めに自分がどんなこと感じたかな、どんなこと思ったかな、どんなこと気づいたかな、いろいろ書き出していく。空と大地の風景画のようなものあったとするじゃないですか。空の色味が綺麗だなっていうふうに書いたとする。実際にそれって自分が感じて書いたわけですけれど、そうじゃないかもしれないっていうフレーズを自分自身のアウトプットに対してかぶせていく。そうすると本当に綺麗って感じたっけなとか、なんで綺麗って感じたのかなとか、そうじゃないかもしれないってやることによってまた全然新しい見方が出てくる。空じゃないかもしれない、これは海だとしたらこんな風に見えてきたな、また全然違うアウトプットが出てきたりとか、作って疑ってを繰り返していく。でいろいろ発想が広がっていくから、また作ることになってまた疑って、こんな繰り返しをして一つの対象に対する自分の考えをどんどん広げていくっていう。そうではないかもしれないを入れる段階ではもう全部疑っちゃいましょうってしてるんですよね。そこがすごい大事だなって思ってて、気が向いた時にちょっとひっくり返して考えてみましょうだと、自分が思ったことを反転させるなんてしたくないじゃないですか。ある意味ゲーム感覚でしちゃうっていうのが肝心なのかなとは思ってます。広げていくプロセスみたいなところには他にもいろいろ用意していて、例えば制作するっていうプロセスを通してまた鑑賞を深めていくなんていうこともしてるんですよ。廃材で工作するっていうことにものすごいハマってまして、それをもう授業なりいろんなワークショップでも取り入れてるんですけれど、今の鑑賞は全部文字で書き起こして、私はこう感じたとか、そうじゃないかもしれないとか書いていくんですけど、言葉で考えるのとまた手を使って考えるのと出てくるものが違うと思うので、今度は廃材を使って工作してみましょう、それで表現してみましょうみたいなことをして、で表現していくと、また廃材なので思ってた通りに工作ができないわけですよ。元の形があるから。でもそれによって逆にそれを見て発想が膨らんだりとか、答えが変わってきて、廃材用いてるのにはその偶発性みたいな部分とか、完璧に考えたことを表現するっていうんじゃなくて、作りながら、もう廃材の工作だったらテープ一つで形を変えられるじゃないですか。でやっていくとだんだん面白いのが、みんな最後は自分の話になってくるんですよね。なんか自分の今の出来事っていうか経験が出てきたりとか、なんか過去の経験みたいなものに結びつけて考えていたりとか、だから自分とは全然違うところにあったはずの作品鑑賞から始まってるのに、いっぱい鑑賞してよく見るっていうことを繰り返していくと、だんだんなんか自分の話になっていくっていうか、自分の中にあって自分の中でも気づいてなかったようなことがポロッと出てくるのかなっていうのはあります。